も、花宮ネクです。今回もエンチャントファームをやっていくぞ。前回、ついに本編中の隠しボスを全員張り倒しまして、本来の予定なら、ここから2周目クリアしてからおまけボスを倒そうって予定だったんですが、すまねえ、2周目プレイ。3時間ぐらいプレイしてるところでめっちゃだるくなってしまった。レベル上げとか、すでに知ってる場所の探索とか嫌いなタイプのプレイヤーなもんで。てなわけで、急な方針転換。2周目クリアは中止だ。割とセーブデータ上書きしちゃってたものの、1周目クリアデータは残してあるんでな。それを使いましょ。はい、そんなわけで1周目クリアデータに帰ってきました。そして思い返してみれば、このおまけ部屋の説明をしてなかったね。ここでは謎の生物が2周目以降に色々と解放してくれたり、置いてある料理を食べることで大地ちゃんがモンスターの体を手に入れたり、死の支配者さんを倒しておけば隠しボスのヒントをもらえたり、2周目プレイするときに何を引き継ぐか設定できたりと、やり込みプレイヤーのためのいろんな情報や設備が盛りだくさん。レベル制限モードとかもあったりするよ。しかし2周目を諦めた私はそういったものに用はないのだ。私の目的はこっち。おまけボスたち、あまたの強敵がプレイヤーを待ち受けるらしい。じゃ右下から半時計回りに行くか。所詮は王と妖精。行くぞ。オールドキング妖精とのバトル。フィールド効果は多分王様が毎ターン属性変化で、妖精さんが後衛の時に全体攻撃無効化だな。オールドキング、なんともフロムっぽいネーミングだ。名門を作って住民全員を不死にした最初の王様なのかな。その辺の詳しいストーリーは私はかなり飛ばしちゃってるので、気になった未プレイ視聴者はプレイしてみるとですよ。相手の使ってくる技は立ちふさがるとリリース。リリース。このリリースの読み方は恐怖から解放されるやつじゃない。大丈夫。ボマーに気をつけなとか言われながら肩ポンされたりした。王様は立ちふさがって魔法して通常攻撃。3回行動か。こりゃ強えぞ。で、リリースはおーっとエストビン的なやつが全部なくなった。でもまあそれぐらいなら問題なさそうだな。最悪ここ草食えるんで釣って薬草もしゃればいいし。王様がさっきニュークリア3って魔法を使った影響でノーマルタイプに変化してるな。王様は一番早いし何のタイプになるかはわからん。こりゃ弱点は気にしない方がいいな。炎魔法はやめろって。クイックムーブちゃんが解けちゃうでしょ。妖精さんはヒール1で王様を40回復した後にインド1。なんだか絶妙に弱いな。そういえばブックスちゃん、妖精は知識はあるけど戦闘は苦手とか言ってたっけな。っていうか王様いくらなんでも早すぎると思ったけど、多分立ちふさがれが最速行動だからって他の行動も最速になってるな。バグ利用するプレイヤーみたいなことするじゃん。じゃ何か動きがあるまで早送りになります。敵のダメージソースは王様の魔法と通常攻撃ぐらいだから、エストビン的なのがなくても回復は余裕で間に合うな。ちなみに妖精さんはフラッシュで全体命中率低下、甘い香りで全体回避率低下となかなかいい動きをしてますね。サポート役割をしっかりこなし取る。王様の HP は残り 25%。妖精さんも立ちふさがるを使ってきて、直後に王様も立ちふさがるをしてきた。かばい合っとる。けなげな。ちょっと王様と妖精さんのエモい関係性が垣間見えたりしましたね。そういうの大好きやで。でもすげえ殺しづらくなるな。妖精さんの叩き落とすで武器を落としちゃったよ。妖精さんだけ真面目にポケモンやってる感がすごいな。王様撃破。さすがに最初の王様だけあって義務感で王様やってたバジル君とは強さが雲泥の差だったな。うわ、
妖精さんが捨て身タックルしてくる。マジでいじめてる感が出てきてしまう。さっさと終わらせよう。ルーラーブレイズドーン。勝利。案外大した強さじゃなかったな。10万ソウルもらえた。なるほどね。レベルが足りない時はこいつらをしばき続けてレベリングできるのか。じゃまだ短いけどこの動画はここで終わりにしとこうかな。前回の死の支配者参戦の編集が大変で時間が足りないんじゃ。すまんのう。次回からは1動画で2人ずつ倒せるはずじゃよ。といったところで今回はこの辺でお疲れした。良ければフォローやチャンネル登録よろしく。